今日は2025年1月8日水曜日。こんにちは。日本語教師のナナです。これは日本語を勉強している人のためのポッドキャストです。今日のテーマは日本で働くこと。このポッドキャストを聞いてくれている人は多分みんな日本語を勉強している人だと思うんだけど、日本語を勉強する理由はきっといろいろあるよね。日本に旅行するときに日本語が必要。日本のアニメやドラマを字幕なしで見たい。日本人の友達が欲しい。とか、いろいろあると思うんだけど、その中に日本に住んで日本で働きたいっていう人もいるよね。でね、今日はそんな日本で働くことについて話してみようと思うんだけど、まずね、日本で働いている外国人は何人いるかっていうと、何人くらいいると思う？2024年、去年の政府の調査では200万人だって。英語は2 million people。韓国語は200万명。200万人。どう思う？この人数は日本の労働人口。労働人口は働いている人の人数ね。日本人も入れた日本で働いている人の人数。全部の人数の中の約 2% なんだって。2%、まあそんなにすごく高いパーセンテージではないよね。でね、実際に日本で働いている外国人1万人にアンケートを取ってどのように働いているか、どんな問題があるかも調査したんだって。そうしたら、仕事をするときにトラブルがあったって答えた人が全体の 14.4% いたんだって。まあ実際はもっといるんじゃないかなって思うんだけど、政府の調査では15% ぐらいが仕事で問題、トラブルがあったって答えた。そしてどんなトラブルかっていう質問には、仕事に必要な日本語が働く前に聞いたレベルより高かったっていう答えが多かったんだって。これはね、難しい問題だよね。どのくらい
日本語能力があるかっていうのは正直 JLPT だけではわからないからね。例えば会社が N2 くらいの日本語能力が必要って言うとするじゃん。でも N2 を持っていても全然日本人とコミュニケーションが取れないっていう人もいれば、もう日本人とのコミュニケーションにほとんど問題がない。N1 じゃないの？ N1 持ってますよね？っていうくらい会話に問題ない人もいる。まあ、働く前にちゃんと面接とかあればね、ある程度はわかると思うんだけど、まあ、でも、働いている外国人からしたら困るよね。だって、N2 を持っているのは本当。でも、自分の会話の能力がどれくらいかわからないし、そして他の N2 を持っている人たちの会話の能力はもっとわからないからね。で、この調査では会社の方、外国人を雇っている動詞雇う。英語は hire。韓国語は고용하다。雇う。外国人を雇っている会社の方にもアンケートを取っていて、どんな問題があるかって聞いてるんだけど、44% の会社がコミュニケーションが難しいって答えたんだって。まあ多いよね。半分くらいの会社がコミュニケーションが難しいって答えたって。それはしょうがないよね。それを分かっていて外国人を雇っているはずなんだけどね。外国で働くことって本当に大変だよね。私もカナダにいた時にローカルのカフェで働いてたんだけど、まあ言葉の問題ももちろんあったけど、私その時一人でお店オープンさせてたの。朝の6時オープンのお店だったから5時半に出勤して、コーヒーだけとりあえず大量にたくさん作ってお店を開けて、これ一人でやってたんだよ。今考えたらそのお店のオーナーはよく私にこんな英語も完璧じゃない、よくわからない外国人に大事なお店を任せたなって思うよ。その時は本当にほとんど泣きながらコーヒー入れたりラテ作ったりしたこともあった。お客さんが何言ってるのか分かんなかったり、同僚がすごい意地悪だったりとかさ、まあ恥ずかしいけど、まあ泣いたこともあるけどね。今となっては笑えるいい経験だったなって思う。その経験があったから今私の生徒さんたち、私が日本語を教えている人たち、日本の会社で働いていますとか、日本の会社と取引がありますっていう人たちがどんなに大変か、どんなに頑張っているかが少しはわかると思うんだよね。やっぱり日本って特別なマナーがあるじゃん。ビジネス日本語だったり、
ビジネス上のマナーだったり、上司との関係とか、空気を読むとか、電話とかメールでお疲れ様ですって言わないで、いつもお世話になっておりますって言わなきゃいけないとかね。日本で働くのって大変だよね。今日も最後まで聞いてくれてありがとう。日本語教師のののでした。バイバーイ。